肩をかぶせるようにして、これ多分見た目以上に威力ありますびっくりした。ここでこう止まっちゃうんですよ。止まらないようにすぐにいかないといけない。そうそうそう、今の引いてもっと引いて。こんにちは、空手家岡です。今回も東京の、羽村市にある、KW 戦士、ジャパン成島道場の、成島ちゃんと、今日も、コラボしていきますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうなんか結局原稿書いたら途中で詰まって適当になってしまってすみません、はい、今回もちょっと、また引き続き成島さんの技をちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、はい、最近だともう当たり前に全日本とかの選手でもこうローキックからの逆サイドのクイックだったりとかっていう技をもう普通に見るようになったんですけども、僕の知る限りでは20年近く前の大会であれを使ってる選手って他に知らなくて、あれって成島師範から始まったんじゃないかなって思ってるんですけども、あれは本部の先輩の、を見て真似してで研究してっていうのが始まりですよね。そうそう、なんか全日本大会とかでもこうローからの下で効かして、はい、確実に効かしていってそれで削って他の技を当てたりとかっていうシーンも結構見てますし、実際それでも効かせてるシーンも倒してるシーンもあったんですけど、このせっかくなんで多分全日本とかトップクラスの試合でそれを実際に使える技として、日本全国というかもう世界的に知らしめた、原点になるはずなんでちょっとそこのまたいきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんか最近キックボクシングの選手で、はい、これで怪我をしてる選手いて、なんかキックでも使う選手が出てたんだって見てたんですけども、次の先輩とかが使ってて実際やられてもう衝撃受けて、でこれ覚えなきゃいけないなと思って、で後輩の入澤とかみんな使うようになって、でそこが始まりです。で試合でだから自分が使ってこうなんかなんだろう、これでいいんだなっていうのが分かっちゃうとかありますよね。時代にああいうなんですかね、こう革新的な技術ってなかなか出てきてなかったというか。そうなんですかね。だからどうしてもこうぶつかり合いの中のと、まだ足を使って動く人がそれほどいない、ギャリーとか、ちょっと前ぐらいのどうしてもプレッシャー合戦でまずこう優位にならなきゃいけないって時に、どうしても膠着状態、どん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 っていう時にバンとこうちょっとタイミングを変える技ってすごく大事だなと思って、で実際こう自分もそういったところで使えて起点にもなったし、すごく使い勝手がいいというか技だと思います。じゃあこれもまたちょっと軽く受けさせてもらって、また習っていきたいなと。そしたら単純に、それにこの時自分がこうかぶせるようなんですよ、肩をかぶせるような感じででそのまま出てくる。でこっちはこう振り子のようなイメージで、だから本当はものがこういくっていう、だから対角線になるから、でそれがこう速いといかないし、でかぶせないと出ていくことがあるし、かぶせた方が相手がこうなんだろうなって時にこうポンってくる。これ多分見た目以上に威力ありますびっくりした今体重って何キロですか？今70ぐらいですね。軽く振ってるように見えるんですけど、結構中にボンってきますね、やっぱり。あとはだから軸足に体重が乗らないように間にこうやって当てる点をこれがこう、だから前に入ってる、これを軸に乗っちゃってると体重が口に伝わらないから、特にあとプレッシャー合戦なので、後ろに下がったらもう終わりじゃないですか。そういった背景も面白いです。とりあえずこの蹴る時にこっちに入れて、で引っ張って、体重前に出したやつで打つってやつで、最終的には挟んでるこっち、こうして引いてきて挟んでるんです。だから本当に挟む動作って皆さんもボール投げるときにこうは投げないと、こうあんな感じだと思うんです。それほど難しいこう特別なことじゃなくて、
本当にこう単純にこういうだけはい切るときこっちに入れるってイメージがやっぱ中隠せるんだよね。これは普通にこう砂とかはいで決してフェイントじゃなくてでよりこう膝を入れてみて、下段蹴った方が突きにつながりやすい。これちなみに先にこっちからこっちにっていうはいそうよりこう今こっちですけどよりタイトにここに例えば壁があればそれをするようにそうもっと楽にちょっと力入れてそうもっと力入れて腕をこう本当伸ばしきった中でこう肘にこう巻きついてポンと振り子のようにもっと胸が開いてください。そう状態で持ってきてで最終的にこっちは挟む。で今こっちに抜けてるのをこっちに抜くってことはちょっと開かないといけない。もうちょっと下から突きでちょっと押し込もうとして力でこれは本当にこうポーンとこう重みが伝わったら抜いてあげる感じ。ちょっと今前に来すぎかもしれないですね。っていうのも例えばもう一回持っていただいてこれ狙うと止まりがちになるんです。どうしてもここでこう止まっちゃうんですけど止まらないようにすぐに行かないといけないんです。だからディレクションをすぐに行ってまたこっちに繰り返したりでなるとある程度こっちは開いてないといけなくてこれで開いてからすぐに行かなきゃいけないし降りる時もまたステップこのさっき言ったこう内側に入るから早っ見えてます。本当腰から反るようになるんです。ギュッとここからこう対角線で引っ張って体が反るようになる。その時に腰が残ってなくて若干こう前に行ってると力が乗りやすくなるっていう。もっと力が抜いて最初はだから体の回転だけで打ってるから今で言うとまだ腕の力を使って対角線で引っ張ってで最終的に挟んだそうそうそうでかぶせてる時には体が閉じてるんです。ここから一気に開くんですけどまだこっちは開ききってなくてで最終的にこうねじれるように S 字を描くようにこっちが挟むってなった時に閉じてる状態でこっちが今度は開いてるいっぺんにこう開くんじゃなくて交互に開くで挟むにつなげていくで今で言うと本当に今もう一回でするもっと大切これぶつからないように、でそれはそう内側に入らないでこっちにまっすぐそれを腰の突き出しについて
一旦止めて、そう放り投げる。腰の回転で腕がそうそうそうで今上に逃げるんですよ。上に逃げない、かぶせた分だけグッて回転します。そうかぶせると腰も見えなくなる。ここでトンとまっすぐくるから持ってるじゃんか。持ってるじゃん、口回すんだけど。まだこっちにそう今けどまだちょっと違う。だから片軸でつくとこう腕になって腰でつく感じだからそんな力が抜けてる状態のはずなんで開き切ること。開き切った中で今度は反対側の挟んだ方は閉じるっていうそうです。前にまっすぐとか掴んでそうこういう突きをちゃんと打てるようになってくるとここから内側にこう打てる、でもちょっと勢いがあっちゃうと肘の軌道上になる。だからもう一回振りかけてこの時にここに抵抗があってでグッと打ってそうもっと開いて腰を突き出してドンと飛んでいく。だから必ずしもこう前に行くんじゃなくてこう下に落としながら開いていく。そうもっと開ける。でもう一回楽にで一気にこっちからこういく。肘引いてもっと引いてこの回転引っ張る回転が強ければ強いほどまたこっちが力が抜けていれば抜けているほど振りかぶる引けるわけです。それが一気に飛んでいくからそうもっと一回で開けていく。肩が下に入っている分胸が開けてない。そう丸いこう筒があってそこに腕をボンと突っ込めるだけです。塩化ビニールの茶色いグレーのやつがあります。あれにスポンとこう腕が入るやつです。挟む方ももっと楽に最終的にこう狭くなるから力がこうそう集まるようになるんです。それを例えばちょっと内側に入れてあげるとよりそうねじれくる。そういい感じ、そうすると飛んできますね。これでひねりを生み出すっていう発想も初めてだ。できるのはすごいですよ。簡単にできる。でもこの感覚は初めてです。こっちに入れてパンチの準備っていうのは。で入れといて今度そのままもう飛んでくる。ありがとうございます。
すごい瞬発力ありますね。はい、それが全てにつながってるんだと思うんですよ。瞬発力がもともとなかったんで、そういう瞬発力系のトレーニングをずっとやってたんですよ。そういうことなんですね。それがだからすごい体の中に刻み込まれてる感じですね。ありがとうございます。でもそういうものがあるとなんか新しいものが入りづらいっていうわけでもないんですよね。だからその辺の柔軟性もあるっていうことはすごい才能だと思います。もともと実はジャンプとかダッシュとかすごい遅くて苦手で、若い頃に中学生高校生の時に短距離走を走りたくなくてジャンプとかもしたくなくて、学年で一番遅いぐらい。そうですね、ちょっと嬉しい共通点がスポーツ記録会で10点満点中全力で走っても2か3とかだったんですよ、短距離走は。でジャンプとかダッシュが全然苦手だったんで。本当ですか？見えないですね。空手の技術で今の得たってことですね。今だから運動神経のいい子、小さい頃からやってる子ってすごい動きしてるじゃないですか。でもじゃあそれが空手の技術なのかなって、体ちゃんと扱ってるのかなっていうとハテナな子も多いし、ここはちょっともったいないんですね。だから運動神経のある子ってやっぱそこに依存ってわけじゃないんだけども、新たに入ってくるのが難しい感じになりますよね。それもある程度なくていろんなものが吸収しやすいような子の方が伸びしろがそう確かになんか不器用な子が後から伸びるっていうのはありますね。自分一応そっちタイプです。ありがとうございます。とんでもないです。なんか脱線しながらもめっちゃいいことを聞かせていただいて、こっちやっぱさっきもそうだったんですけど、こっちに引いてこれでこれを生み出すっていう発想も今回も初めてですし、もう全然パンチのためにわざとこっちに引いてこれを生むっていう発想はもう正直今までいろんな方の指導も受けてるんですけど初めて聞いたんですよ。でビデオでこう言われてるんですけど、やっぱり実際指導を受けてなるほどなって特にさっき触ってもらってやった時とかも感覚的に触ってもらった方が分かりやすいんで、ちょっと腑に落ちた感があったんで、これなんか今日結構新しい技術がこの本でになるんでめちゃくちゃありがたいです。だから例えば小池さんぐらいインパクトのある方だったらそこまで使わなくても本当にポンと挟むだけで聞かせることができるわけです。いろんな幅があるでしょうね。これは面白いですね。ありがとうございます。もうなんかクイックからもう下敷きの基本まで来たんで、なんかこれでも本当使い方次第でいろんなところにそのまま応用できます。ありがとうございます。縦にも斜めにも。そう面白いです。ありがとうございます。ライトスパーリング。はい。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。今回も、東京都の羽村市の駅からすぐのところにある、成島社の道場で、稽古させていただいたんですけども、なんか撮影じゃなくて稽古させていただいたりになっちゃってますからもうなんか撮影ほぼ途中から僕自身がもうどうでもよくなって技を教えてほしくてずっともうなんか多分動画最中キルっつって僕がひたすら教えてもらってるところが通しているかなと思うんですけども、本当にたくさんの学びをいただいているのもあれですね、なんか選手とかでもあれですかね、移籍は受け入れられてますか？その先生との話だと思うんですけども、全然うちはどなたでも受け入れてみんなで楽しくやりたいなっていうのが思ってるところです。多分選手で成島市内に習いたいという方は絶対いると思うので、もちろん自分が習っている先生との、関係性があるので、もちろん先生の許可を得ないといけないとは思うんですけども、確実に来た時の学びは間違いないと思いますので、もし、成島市内に習いたいという方はあれですかね、お問い合わせしたら OK もちろんどんな流派の方でも自分の、技術を伝えることができるならばお手伝いできればなと思っています。もしぜひちょっと慣れたいという方はお問い合わせいただいて、学んでいただければなと思います。よろしくお願いします。
じゃあ締めさせていただきます日頃僕のチャンネルは未来は 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新しています、動画の内容が良かったらぜひいいねボタンとチャンネル登録してこれからも空手家ゴーイズの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。ここで今回は僕が苦手だった接近戦を克服し最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。このベースのパンチをまず打てるようにしていきます。